こんにちは、パート7、始まりました。パート7では、これまでに用意した部品たちを組み立てます。最終的に調整する部分もあるので仮組み、という感じです。そしてこれが、今回の CD50S、カフェ、に使用するフレームです。コーション表記からおそらく、98から99年式あたりのものと思われます。エンジンの状態とは逆で、退色してボロくなりやすい赤色、にもかかわらず、鮮やかな赤が残っており、22年前のものと考えると、備品と言えるのではないかと思います。とはいえ、さすがに使用痕や、擦れて剥げた部分はあるので、タッチアップで補修しておきます。使用するのはデイトナのイージーリペア。今回初めて使ってみましたが、お手軽でいい感じです。ホンダは、純正の補修塗料を出していないことが多いので、デイトナのこういう製品すごく良いです。デイトナですが、地味に整備用工具も気の利いたのが多かったりします。カラーはホンダ純正のモンツァレット。色気のあるいい色だと思います。やや影のある赤色で、錆びて黒っぽくなったとしてもあまり目立たないのですが、やはりやっておいた方が気持ちがいいかな、と。こんな感じで、マジックで描くように塗るだけです。スプレーほど綺麗には仕上がりませんが、パッと見だと案外違いが出ます。タッチアップ後です。パッと見、わからない程度に補修できている感じですが、カメラだと結構綺麗に見えませんかね？パート1で割れていたので、再使用不可能。だったりアホイールハブの代用品です。昨今の株ブームの煽りを受けて、今までタダに近い値段で買えていたものが、めちゃ高くなっていてヤフオクではとても手が出ませんでした。仕方がないので、7年ほど前に製作した株2号機から、リアホイールを剥ぎ取って使用することにしました。リアホイールもアルミの 1.2 幅リム。スポークは太めの中華スポークを使用し、組み立てます。スポークを貼りました。フレ取りのノウハウは持っていないので、やってくれるバイク屋さんに依頼しました。さすがプロです。中華ホイールに中華スポークで、精度はいまいちだったと思いますが、バッチリです。フロント、リアを2回に分けて依頼したら、1回目で大変さがバレてしまい、2回目は 1.5 倍の工賃になっていました。ホイールが完成したのでタイヤをはめます。使用するのは、IRC の、フロント 2.25、リア2.50サイズのビジネスタイヤです。作るのはスポーツバイクですが、あくまでヴィンテージなイタリアンカフェレーサー。当時ハイスペックな太足タイヤなんかあるか？ないやろ？やったら、細足ショボタイヤ、はめたらんかい？ということなのです。あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。という感じもありつつ、見た目的にしょぼい方が、かえってかっこいいのではないかと考えた次第です。17インチの、グノクラスのタイヤになると、タイヤレバーを使用しなくてもはまるので、チューブを噛むこともないし、リムに傷をつけることもないので、気楽に組めます。フロントタイヤも同様に用意しました。ここまでで用意できた部品たちです。とりあえず、車輪がついて、バイクらしいシルエットで引き回せるところまで、仮で組み立てます。カフェレーサーは、構成部品が少なく、一つ一つの部品のクオリティがそのまま仕上がりに影響するので、手間かけていきます。スタンドが付けれないので、ビールケースの上にエンジンを乗せてから、組んでいきます。まずはフレームを乗せます。ベンリーは配線の取り回しがかついので固定前に通しておきます。配線が通ったら、固定ボルトで位置決めします。
一応、グリスアップもしておきます。もう一方も、同様にグリスを刺して通します。ナットで固定します。磨いたエンジンが綺麗。ここはもう外さないので、仮止めでなく、しっかり締め込んで固定しておきます。OK です。いい感じ。次はリア周りを組んでいきます。位置決めのためショックアブソーバーを引っ掛けておきます。デイトナ製だったと思います。車体色に合わせて、赤色をチョイスしています。パート2で、ひたすら磨いていたスイングアームです。磨いた後、耐食性を上げるため、ウレタンクリアーでコーティングしておきました。適当にグリス塗ってつけます。ぶら下げておいたリアサスと接続して、スイングアームの位置決めをします。後から、つけたり外したりしないといけないので、ナットで締結せずに引っ掛けるだけで十分です。少しバイクっぽくなってきました。エンジンからのビルアルミの、シルバーラインがいい感じです。とりあえず、スイングアームがついたのでリアホイールを取り付けます。リアホイールと一緒に取り付ける、スプロケを保持している部品です。これも相当やれた感じになっているので、軽く磨いておきます。どうせ、チェーンオイルやらですぐに汚れが乗る部分なので、バフまではかけず、スポンジやすりで腐食を取って、地肌を出す感じで仕上げます。仕上げたのがこちらです。例のごとく、ウレタンクリアーでフィニッシュです。ベアリング保護のシールがちぎられたような状態で、機能を果たしていないので外します。もちろん新品で修理します。スイングアームが社外品で、スプロケット周りの構成が異なるので、専用のスペーサーを打ち込みます。スイングアームは中古で入手しているのですが、この部品は付いておらず、補修部品として購入しました。古い製品にもかかわらず、部品供給してくれる G クラさん。好き。スプロケをはめて準備完了です。エンジンは 50cc のままでしたが、なぜかスプロケットにリア35丁が付いていました。ファイナルをいくつにするかは、走ってみないと何とも言い難いので、とりあえず、そのまま35丁をつけて組みます。ブレーキパネルはオリジナルをそのまま使用します。綺麗とも汚いとも言えない半端な状態、ですが良しとします。あとはリアアクスルのシャフトを通すだけです。
ここもチェーン引きの際に、再調整しないといけないのですが、引き回しの際にぐらつくと困るので、しっかり締めておきます。どんどんバイクらしくなっていきます。いいぞー。リアホイールがついたので、今度はフロントです。パート3でブラストかけて、塗装したステアリングステムです。関西ペイントのピュアレッドでも、色味はそこそこ合うようです。玉がぶっ飛んでなくなっていたステムベアリングは、新品に交換しています。ベアリングレースの方はいけるんじゃね？ということで続投です。ハンドルロックがまだ手元になく、後からもう一度外さないといけないので、とりあえず手で締めるだけで十分です。色味、大丈夫そう。ステムがついたら、パート3で塗装したフォークを通していきます。新品の錆のないフォーク。気持ちいい。そうそう、木島のフォークブーツをはめておきました。私的には、フォークブーツは仕上げる上でマストな部品です。続いて、パート2でスイングアームと一緒に、ひたすら磨いた、ライトステイを通します。他のパーツ同様、腐食対策で、クリアーコート済みです。ハンドルを通します。ハンドルは、カフェレーサー御用達のセパレートタイプのハンドルです。これもアルミ製で軽いです。SR 等、中型バイクに使用される汎用品で、便利には長すぎるので、50ミリほど切り詰めて使用します。部品の付け忘れに気づきました。ここにキャップみたいな部品を入れておきます。トップブリッジを付けます。トップブリッジもいい感じのものに変えます。木島のアルミトップブリッジです。中古で入手しているので、例のごとく磨き。からのウレタンクリアで塗装です。磨けば光るアルミ製。あれはいいものだ。突き出し量は最後に調整しますが、とりあえずフォークを固定しておきます。フォーク系の全然違う、中型用の汎用ハンドルのため、セットカラーとは別に、スペーサーを用意してハンドルを固定します。これが厄介で、なかなかはまらず苦労しました。いい感じ。フォークがついたのでフロントホイールをはめます。130mm ドラム用のブレーキパネルです。スピードメーターケーブル接続部の形状が純正と違うので、何かしら対応する部品を探さないといけないです。取り付け時は、メーターギアとの噛み合わせに注意して、はめ込みます。フロントタイヤがつきました。
これで二輪車として転がるようになります。最後にエンジンとメインハーネスをつないでおきます。ハーネスとエアクリはフレームにつけたまま、何もチェックしていませんが、まあいけるやろ、と甘い見積もりでいきます。サイドカバーを取り付けます。社外品なのか、誰かの自作パーツなのかわかりません。これもアルミなので、バフとクリアコートをしておきました。クリアコートした際に、ハムシが入ってしまい、化石入り琥珀のようになってしまいました。泣き。パート7はここまでです。だんだんバイクらしいシルエットになってきました。セパハンが、その気にさせる雰囲気を醸していて、いい感じです。どのバイクでも、カスタムする際にいくつかこだわるところがあるのですが、特に年式感とスケール感、ストーリー性が大事にしたいポイントです。ベンリーの場合、足回りのサイズ感が素敵な感じにはまるんじゃないかと予想しています。この角度たまらん。アルミパーツを結構入れているので、全体的に軽量に仕上がるのではないかと思います。フォークを有用しているので、木島のフォークブーツでは長さが足りないかも。適当な中華ブーツ買って入れ替えるかもしれません。赤く、細く、色気あるカフェレーサーを。それでは。